今回は中心線を意識した練習を行っていきましょう。皆さん、体力、体調を考え、各自回数を決めて行ってください。はい、まず最初に自然体よりも少し幅を取り、だいたい牙立ち、しこ立ちぐらいの幅を取っていきます。はい、そしたら今度は左手を前に構えて、できるだけこの時に上体がまっすぐ来るように、そしてこの重心に沿って体を落としていきます。でこの時大事なのが、上体が横に行ったり、また腰の位置が横にずれたり、また前後にこのようにずれないように注意してください。中心線に沿って重心を落としていきます。今度は落ちたところでその場突きを決めていきます。はい、それではいきます。1、はい、そのまままっすぐ上げていきます。2、上げていきます。3、4、5、6、はいね、今のようにしっかり落ちた時点で技を決めていきます。はい、できるだけね、落ちる時点で力が入らない、加わらないように注意してください。できるだけ力をゼロにして、そして技を決めていきたいと思います。はい、それでは力いっぱいいきます。はい、1、2、3、4、5、はい、気合い、はい、今度は左手を前に構えて、で先ほどとは逆に片膝を抱えていきます。今度はそれと同時にこのように反対の手でその場突きを決めていきます。先ほど同様に体が横にこう向かないように、倒れないように、できるだけ自分の中心線に合わせて膝を上げ、そしてそれに合わせて順突きでつけるようにしてください。はい、それではいきます。膝を上げて中心線を崩さないようにその場でつきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、ね、できるだけ体が前にこう倒れないように注意しましょう。はい、それでは力いっぱいいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、気合い、1、2、はい、次に今度は片膝を上げてる状態、そこから同じ方の手を開き、上げ受けの練習に入りたいと思います。この膝が下に落ちないようにしっかりと中心線に沿って上げていきましょう。そしてそれに合わせて手を開いていきます。はい、ここから上げてる状態で1、上げ受けを決めていきます。2、3、4、5、6、このようにしっかりと意識をして、中心線を意識して技を決めていきます。このように膝を上げている状態で中心線がぶれないように技を決めることによって、普段の上げ受けの動作の基本でも決めの感覚が分かってくると思います。はい、次に力いっぱい決めたいと思います。1、2、3、
はい、次にレベルを少し上げて練習をしていきたいと思います。はい、先ほどと同じように膝を抱え込み、そして同じように構えます。はい、まず同じです。ここから1でその場で上げ受け、2構えます。はい、次に上げてる足を後ろに下げながら前屈立ちを作って、そして同時に上げ受け、そして腰を入れて逆突き。はい、この時注意してほしいのが、膝を抱えて手を構えます。この時上げ受けに入る時に膝が落ちたり、また自分の状態が横に行ったり、腰の位置がずれたりしないよう注意してください。はい、その後の上げ受け、後ろに足を下げて前屈を作っての上げ受けですが、この時も状態が後ろに行ったり、またこのように前傾になったりしないように、ここもしっかり横での中心線を意識してまっすぐ立てていきましょう。はい、1、はい、2、3、4、1、2、3、4。はい、最後に今行った中心線を意識しながら、今度は自由の構えから中段をついていきましょう。ここからいい位置で中心線を意識して逆突きをついていきます。2、3、はい、このように前の足と同時に合わせて逆突きつきます。この時も大事なのが、前に出た時に前傾になりすぎたり、または後ろに反ったり、このようにならないようにしっかりと意識をしてまっすぐ逆突きを決めていきます。はい、それではいきます。1、2、3、4、5。はい、それでは力いっぱいいきます。1、2、3、4、5。はい、最後に、なぜ正中線また中心線が大事なのかというと、例えば組手において大きく状態が崩れてしまう、また横から見ても同じようにこのように前傾として状態が崩れすぎたり、またはこのように反りすぎたりしまったり、この動作が崩れが大きければ大きいほど立て直しが遅くなり、次の相手への反応が遅れてしまいます。ですので皆さん普段の練習から基本練習からしっかりと自分の中心線を意識し、そして技を出す時にも大きく崩れすぎたりしないようしっかりと意識して技を出すように心がけてください。以上です。はい、それでは先ほどやった中心線を崩さない中段突き、皆様はその中段突きをついて、で私が、刻み突きをつきます。それに合わせてカウンターを取る形でやってみてください。はい、それではいきます。まず最初力を抜いて、はい、それでは少し早くいきます。
はい、今度は私がリズムをとって、そして刻み突きをつきます。はい、以上です。合わせることができましたでしょうか。